こちらの商品メインはおそらくフィールドレコーダーなんですけども、個人的には、完璧なタイムコードをオズポケに挿して、で、3つの時間ですね。皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日はこちら、じゃん、タスカムから発売されたフィールドレコーダー FR-AV2 の紹介をしていこうと思います。本日の収録はこちらのフィールドレコーダー FR-AV2 を、ショットガンマイクをつないで集音しています。ショットガンマイクはタスカムの、TM200、SC という型番の商品になります。で、声の方は少しもう編集してしまっているので、後ほど生の音、音量だけを調整した音というのをたくさん収録しているので、ぜひそちらの方で音質なりは、確認してみてください。こちらの商品メインはおそらくフィールドレコーダーなんですけども、個人的には、完璧なタイムコードのジェネレーターが入っているっていうのはすごいなっていうので、この大きさでタイムコードジェネレータープラスフィールドレコーダーっていうので、ものすごく機能が詰まった商品だと思います。普段ですね、私は、屋外で取材だとかブログなんかを撮るときは基本的にこういうフィールドレコーダーを使ってピンマイクを使っています。もう本当に音声失敗したくないので、このフィールドレコーダーを普段使うという使い方です。で、環境音とかを取るときは、本当にグレード全然違うんですけど、こういう他社のものになりますが、フィールドレコーダーをこういう風に使って、で2つ共通しているのは32ビットフロートっていうので、どんな大きな音が出ても集音できるように、外何があるかわからないので、こういうものを使って外では録音していました。で、今回紹介するこちらの方は、当然ファンタム電源が使えるような本格的なマイクが、使えるので、もう全然レベルアップ、もうパワーアップ、もう私にとっては結構オーバースペックな製品じゃないかっていうぐらい素晴らしいものになります。こちらの方、本当に機能なりが多いので、今回初めに製品の外観だとか仕様を見ていって、その後録音機能で、それに関わる、モニタリング、音声のモニタリング、あとですね Bluetooth の、モジュールを足すと Bluetooth 機能が使えるので、ここら辺詳しく紹介していって、最後にタイムコードに関しても詳しく紹介していこうと思います。盛りだくさんな内容なので、もうどんどん動画を進めていこうと思います。それでは本日も動画お楽しみください。どうぞ。まずはこちらのサイズなんですけども、本当に手のひらに乗るというので、写真で見ていた時よりも本当に小さいなと思います。普段使っているフィールドレコーダーがこの大きさなので、もうこの2チャンネルあって XLR の端子もあってというので、本当に小さいなっていうのがわかると思います。重さもですね、電池が入った状態でたった 267g っていうので、非常に軽い製品になってます。で、ここ、正面のところは、見たら分かる通りカラーの液晶になっていて、こちらの方が2インチの2インチの、カラー液晶が入っているので、すごく見やすいです。もう屋外でも使いましたが、本当に屋外でも視認性が高いです。で、ボタンなんかもガイドがついているので、すごく操作しやすいです。ボタンの操作とかは後で少し操作する画面だとかも収録しているので、そちらの方で見ていこうと思います。あとは、少し左側の方を見ていくと、左側の方は XLR のジャックが2つついていて、マイクが2本なり、楽器が2個、TRS のプラグなんかも入るので、そういう形になってます。続いて右側の方を見ていくと、電源のスイッチがあって、あと USB のポート、あと、SD カードを入れるスロットがあります。で、USB に関して少し見ていくと、この USB たくさんの機能を持っていて、まずパソコンとつないでカードリーダー、中の録音データをパソコンに取り込みますよっていうことにも使えますし、あと、バスパワーで動いたりするので、ここで給電しながら使うということもできます。特徴としてはオーディオインターフェースとしても使えるので、これ Windows や、Mac のようなパソコンにつないでオーディオインターフェースとしても使えます。で、Windows の場合はドライバーが必要なので、タスカムのサイトからドライバーを落として、オーディオインターフェースとして使う必要があります。
あとこの USB のポートですが、スマホにもつながるので、スマホアダプターがあるので、iPhone とかこうカメラアダプターっていう USB のアダプターがあるので、こちらの方を使って、スマホにそのまま挿して、スマホでオーディオインターフェースが使えるという形になります。フロントパネルの方を見ていこうと思います。で、こちらフロントパネルの方も、いろいろ、ボタンだとかランプがついてます。まずピークの、ランプ1チャンネル用2チャンネル用ということで、こちらがマイナス2デシベルを超えると点灯するみたいです。あとレックボタン、今録音してますが、このレックボタンっていうのも、こういうタリーランプっていうのもすごく、重要な、すごく視認性も良くていい場所についてるなと思います。あとは端子系で、インですね。このカメラの音声をここに入れるだとか、外からの LINE 入力だとか、あとですね、後ほど詳しく話しますが、タイムコードの有線での、外からの同期っていうのもできるので、TC のインというポートがあったりします。あと、イヤホン、大きくモニター用のイヤホンを挿して、そのボリュームの、ボリュームを変えるボタンがあって、あと、アウト、もう一つ、カメラにそのままこの音声を出してカメラでこう録音するということもできるので、カメラ向けのアウトと LINE アウト。あと、タイムコード、こちらも、有線で LTC のアウトができるので、タイムコードのアウトもこちらのポートを使うことになります。ではですね、続いてリアのパネルを見ていこうと思います。こちら後ろのパネルは、Bluetooth のモジュールを入れるスロットがあります。Bluetooth モジュールを購入したらここにスロットを入れることになります。で、最後、背面を見ていくと、背面はまずこのカメラネジですね。4分の1インチの三脚用の、ネジ穴がついてます。これでいろんなところに、マウントして使うと思います。あと、こちらに、ストラップを通す、部分があります。で、だいたい測ると2センチぐらいなので、2センチぐらいのストラップを通してしまって、で、ブーム棒だとか、なんか三脚だとかに縛り付けて使うということもできると思います。で、電池に関しては、ここに、入ります。で、電池なんとこれ単3 3本入ります。で、単3 2本だと、やっぱり結構時間短くなるなっていう感覚があるので、単3 3本入るっていうのは本当にいいなと思います。で、単3 3本入るので、こちらの方が、通常ファンタム電源未使用で約9時間使えます。あと、ファンタム電源を使っている場合は、こちら4時間半約使えるっていうので、こんだけの機能がついてて、ファンタム電源2つ使って4時間半使えるというのはすごいなと思います。で、先ほど話したように、USB のこういう給電も使えるので、USB ポートから。こちらの方、一応タスカムから純正でアダプター、電源のアダプターだとかも、出ているので、室内で使うとかっていう時は、こちらに USB 給電をして、電池結構減るのも早いので、USB 給電しながら使うと、電池をそんなに消費しなくていいのかなと思います。はい。それでは、録音機能というのを少し見ていこうと思います。で、録音の機能なんですけども、まずちょっと32ビットフロートを少しだけ紹介しようと思います。だいたいイメージをお話しするんですけども、だいたい普段今まで使っていたのが24ビット。で、32ビットフロートという今回形になります。で、ビット数だけを見ると、24ビットで144デシベルっていうダイナミックレンジ、音の幅っていうのが、集音できることになります。で、32ビットを使うと1680デシベルっていうもっと広い、音域を集音することができます。で、データ量がものすごく増えますよっていうのがキーワードになります。で、一般的なこういう音のレベルっていうのを見ると、実は144デシベルというので、人が聞こえるなり、存在する音というのはほぼ集音することができます。ただですね、実際には、ゲイン調整っていうのが必要になってきて、録音するときに。で、大きな音は大きくなればなるほど、ゲイン設定に対して大きくなると歪んでしまいますし、小さい音っていうのは、実際使うときにゲイン低くして録音してしまうと、音量上げたときに雑音が乗ってきてすごく気になるというのが実際になります。で、これらを、解決するために32ビットという大きな情報量を用いて、細かなデータまで取って、綺麗な音声を使いましょうというものになります。あとですね、デュアル AD コンバーターっていう
もともと撮る時にも雑音とかが入っていればもうどんなにデータを細かくしてもしょうがないので、こういうタスカムとかの32ビットフロートの多くの製品では、デュアル AD コンバーターっていうので大きい音よっていうのと小さい音よっていう2つの AD コンバーターを備えて音を集音しています。でそれぞれのいいとこ取りをして32ビットっていう情報量の音声を集音しています。でこちら見ていくと、音量を上げようとした時に小さい音で撮っていると、普段こう音量を上げるとどうしても雑音が乗ってきて、こう音の質っていうのはすごく悪くなるっていうのは通常なんですけど、デュアル AD コンバーターでしっかりした音を取っていて、でデータ量もすごく多いので、こうグッと伸ばした時も綺麗な波形で戻ってくるというので、まず1個メリットがあります。で逆に音量を下げる時っていうのはこうすごく大きな音が入ってきて、もうクリップしちゃっている、こう音がもう切れちゃってるって言った時に、30ビットフロートだとその0デシベル超えた状態でもここのデータっていうのが取れているので、音声っていうのが情報として残っているので、こうグッと音を下げた時にもクリップしてない音が復元できるというのが大きなメリットになります。もう単純に言うと、こう原因の調整がいらない、もう原因調整せずに後から音量を変えても綺麗に音が復元されるというのが32ビットフロートの特徴になります。でここからこの機種の、録音機能というのを見ていこうと思います。でこの機種、先ほどからも本当に機能が多いって言ってますが、入力のところを見ると、入力もこの XLR の、マイク入力以外に、他の、収録方法というのを多数、サポートしています。でこちらの方が、まず XLR の通端子と、あとなんとここのステレオのミニジャック 3.5mm からこうピンマイクなりで集音したり、カメラの音声出力をここに入れて集音したりと、この 3.5mm のステレオミニの入力も使えます。でちなみにここ、プラグインパワーも対応しています。あとですね、USB でパソコンにつないだ時に USB からこうパソコンの出力なりっていうのもこちらに入力をして、集音したり、あと、モニタリングしたりということもできます。ここら辺本当にこう入力の方法っていうのがかなり幅広くて、便利だなと思います。こんだけたくさんの入力あるっていうのは珍しいなと思います。で中にはかなりこう雑音耐性にもこう強いマイクのプリアンプが搭載されているので、安心して音の録音というのができます。あと、ちょっと操作を見ていくと、こちらインプットの方をこう見ていくと、インプットの方法が選べたり、あと、それ以外にもメニューの方で録音時の設定でこう何ヘルツで撮りますかだとか、32ビットフロートがおすすめですが32ビットで撮りますだとか、あとですね、細かなマイクの、距離の補正だとか、ローカットフィルター、あとリミッターだとか、あとはイコライザーの設定で、さらにマニュアルで設定できるとかっていうのもあるので、本当にプロ用途でも利用できる機能が盛りだくさんだなと思います。あとですね、音声のモニターについて少し話していきます。こちらモニターで、イヤホンのジャックがあるので、通常はこうイヤホンでモニター用のイヤホンを使って、音を聞くと思います。あとそれ以外に音を出力という意味だと、こうカメラ用だとか LINE だとかっていうので出力することができます。後で Bluetooth のところでもう少し話しますが、なんとこれ他で聞いたことないんですけど、Bluetooth のモジュロを足すと Bluetooth のイヤホンでモニターすることができます。でこれ本当に今回便利でした。私こういう手話のもので、音楽聴く時とかもモニター用の、結構イヤホン使うんですけども、こういうBluetooth のイヤホンをペアリングして音声収録するときにモニタリングできるっていうのはフィールドワークするときに本当に楽でした。あとApple の AirPods なんかでもこうペアリングできるので、そういうのでモニタリングするっていうのもすごくいいなと思います。ではですね、ここから少し音のサンプルを聞いてもらおうと思います。まず 3.5mm ジャックで、マイクを使ってピンマイクでこれでこう集音した時のサンプル。あとですね、外で、ショットガンマイクで、集音した時。あと、コンデンサーマイクを2つ使って、ステレオで集音した時の、サンプルがあるので、そちらの方をお聞きください。で、比較にならないんですけど、こう通常のこう
比較的安価なフィールドレコーダーで撮った時との音の差っていうのも少し見ています。もうここら辺は、聞いてもすぐわかりますし、後で視覚的にもわかるように少し、動画編集しておくので、その違いを確認してみてください。ただいまこちらのフィールドレコーダーを用いて音を集音しています。3.5mm ジャックでマイクを入力して、こちらのラベリアマイクで音声を収録しています。タスカムの TM10L っていうラベリアマイクを使っています。音声の方いかがでしょうか。チェックワンツー、チェックワンツー。ただいまマイクのテスト中。ただいまからタスカムのショットガンマイク TM200SG で音を取っていきます。モニターは Bluetooth のイヤホンでしています。それでは続いて、こちらの、Bluetooth の、ユニット AKBT2 を使った時の機能紹介をしていこうと思います。先ほど話したように Bluetooth のイヤホンでモニターするというのは本当に一番よく使うし、すごく便利な機能だと思います。もうこれ使うだけでもこのオプションの、AKBT2 使う意味があると思います。あとはですね、スマホのアプリでこれが管理できます。で、スマホのアプリ複数台管理できたりするので、ちなみに普段使っているこういうフィールドレコーダーも同じアプリで設定できるので、一斉のせで録音開始したりだとか、設定がどうなってるかってアプリで遠隔で確認したりだとかってできるので、スマホのアプリかなりおすすめです。録画の制御できるし、あと設定変更とかも簡単にできます。あと中に取られている音声の確認なんかもできるので、本当に機能盛りだくさんのアプリが準備されています。で、あとですね、この後タイムコード少し詳しく話していきますが、今までこういうフィールドレコーダー、タスカムさんのやつでこういうタイムコードシステムズ、アトモスのタイムコードシステムズのウルトラシンクブルーっていうのとタイム同期して、これを受信して、タイムコードを受信して、タイムコードを入れ込みますという機能がありました。こちらの機種に関しても、こちらのアトモスの方に対応しているので、そういうタイムコードの同期というのがBluetooth を経由してできます。で、今までの、こういうフィールドレコーダーだと、タイムコードと、設定アプリというのが、同時に使うことができませんでした。ただ、今回のこちらの FR-AV2 では、モニターでイヤホン、Bluetooth のイヤホンをつなげます。あと、設定のアプリケーション使います。あと、タイムコード同期します。これ3つとも全て同時に使えるので、これはもう本当に、すごいなと思いました。3つ同時に、Bluetooth の機能が使えるので、ここら辺本当にもうストレスフリーで Bluetooth の、モジュールが使えるなと思います。それではですね、タイムコードについて少し話していこうと思います。
初めにちょっと簡単にタイムコードの基本的なことを少しだけおさらいしたいと思います。タイムコード、通常マスターって呼ばれるマスターになる時計がいて、そこからスレーブという子供たちがいて、時間を同期するということになります。で、特にこういう音声なんかは映像がないので、こうシーケンスでファイルを合わせるときにタイムコードがあると本当に便利になるので、音声だけをこういう風に別撮りするなりっていう時はタイムコードすごく必要だなと感じてます。で、こういうことをやることによって、同じタイムコードを持った音声データが複数あったり、こう画像データが複数あっても、こう、ワンクリックなり、こう少し動画編集ソフトで操作してあげると、パッとシーケンス上に綺麗に全部並んでくれるので、本当に編集の時の手間が減ります。で、今回こちらの機能なんですけども、タイムコードジェネレーターの機能が入ってます。で、ジェネレーターっていうことは、この機能、この機体がもう親、マスターになって、あと子供にタイムコードを配るということができます。で、こちらの方、TC のアウトというところから、こう、LTC のタイムコードを出力するっていう設定ができるので、ここからタイムコードを出力して、スレーブにタイムコードを配るということができます。あと、今までも結構サポートされていた、この Bluetooth、Atomos の、ウルトラシンクブルーから Bluetooth を経由して、で、こっちをスレーブにして受信してタイムコードを合わせるということができます。あと、多分すごく多くの人が嬉しいんじゃないのかなと思うのは、大体のケースがこういう Atomos のウルトラシンクブルーで無線でこう同期するっていうのしか今までサポートしてなかったんですけど、なんと TC in っていうので、他でこう組まれているタイムコードからこう LINE、TC のインで LTC の信号をここに入れてあげると、これがスレーブになって時間が同期されるというので、結構もう、垣根なくいろんな製品とタイムコード同期ができるようになって、なおかつ自分自身もタイムコードのマスターになれる、ジェネレーターになれるっていう、すごいものが出てきたなと思います。で、実際これらの機能は、フリーランとか RTC っていうので、自分がマスターになったり、Bluetooth マスターにする、で自分自身は、スレーブになるっていうものになったり、他のマスターから TC で入ってきてスレーブになるっていうモード、それぞれが準備されています。で、実際にここから少し実演してみようかなと思います。まず、こちらのタスカムの方を、用いながら、Bluetooth の、こちらの方と同期を行っていきます。で、こちらの方、Bluetooth の、同期、ペアリングを行うとタイムコードの同期が始まります。で、タイムコードの同期が始まると、もうこちら、タスカムの方でも、そのタイムコードと同じ時間で内部クロックが動いてますので、なんとこっからがすごいんですけど、タスカムのこの TC アウトから、時間を出して、タイムコード同期するっていう、さらに他のスレーブなり他の機器にタイムコードを同期するというのができます。で、今回 OZPO 系がそういうタイムコードに対応しているので、ここから出した、タイムコードというのを OZPO 系に挿して、で、3つの時間ですね。こちらの、タイムコードの親、マスターのところから、タスカムのこの機械、あと OZPO 系の時計が、タイムコードできているっていうところを少し、見てください。はい、いかがだったでしょうか。今回のこちらのフィールドレコーダー、本当に機能盛りだくさん。ただ32ビットフロートで、もう安心して使える、安定して録音がちゃんと続けられるので、すごく魅力的な製品であって、で、値段は少ししますが、ただ皆さんカメラに結構10万、20万ってかけられてると思うので、音声の機械ってもう全然カメラよりも長く使えるので、全然こう投資するなり、こう検討、考える、こう購入を検討するには、高いですけども全然系統の範囲内になるのかなと思います。で、外でこういうファンタム電源で綺麗な音っていうのが使えるようになると、本当に動画の幅だとか作りたいものの幅っていうのも広がるので、この大きさで本当にものすごくこういろんな自分自身の動画のクオリティが大きく変わるすごい製品だなと思っています。あとですね、タイムコードに関しても、個人的にはすごくやっぱり音声で、タイムコード、シーケンスで編集で時間をかけずにこう編集したいっていうのがあるので、タイムコードサポートしていて、さらにこういろんなありとあらゆる、これがマスターになったり、スレーブになったり、あとこういう無線でタイムコードを受けて、それをこう他に配れたりっていう、もう機能盛りだくさんのタイムコードのジェネレーター機械になっているので、ここもすごく魅力的な、機能が含まれている
いると思います。はい。結構機能盛りだくさんでザザザっていろんな機能を紹介していきましたが、少しでもこの動画参考になったよって思った方はぜひこの動画に高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。この後まだ集音してきた音声のサンプルを流していくので、よろしかったらそちらの方も視聴していってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。